おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちらひまわり描いてみようと思います。どうですか皆さん。もう夏ですもんね。夏のひまわりをぜひ描いてみようかなというふうに思います。今日描けるようになりますよ。絶対に。騙されたと思って付き合ってください。本日もご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。まだの方ね、ぜひぜひ。どっから攻めましょうか。もう初心者の人に向けてっていう気持ちと、やりながら途中から、かなり上級者向けになっていくこともあるんですが、なるべく初心者の人に向けて、お伝えできたらなと思いますけども、今日はこれ形転写しておきました。転写。転写の仕方はですね、コピーを取って、コピーなりなんなり、これちょっと違うやつなんですけど、違うやつなんですけど、すみません。こういう風にね、こう違うやつですけど、後ろにこうパステルをすり込んでおいて、パステルの黒ですね、すり込んでティッシュでやって、で、こういう風にやって、マスキングテープなんでやって、ボールペンでなぞると、こういう風に転写できます。もう形が不安な方は、このように転写されてもいいかなという風に思います。いつもデッサンとかもちろん撮ることも多いんですけども、で、一番初めはまず、ひまわりじゃなく、ひまわりの周りの緑のとこを描いていきましょう。でね、一番ハイライトってこういうとこあるんですけど、白かというと、白じゃないんですよね。で、そういうのも薄くまず一層塗っておきましょうということで、スタートしていこうかなと思います。本日もよろしくお願いいたします。1時間半ばかりでなんとかある程度仕上げやんといかんかなと。予定がね入っているので、思ってるより水多いですよ。思ってるより水多い。よいしょ。水をね少し多めに。よいしょ。ひまわりさんの周りからまず描いていって、ここもひまわりあったね。よいしょ。時間がない時ね、もう皆さんも時間ない時もあるでしょ。ね。で、水がちょっと乾きそうやな思ったら、ひまわりのこの黄色いところ、意外のところ頑張って、葉っぱのところをまず攻め込んでいってます。ね。もうこれはほぼ塗り絵みたいな感じですけどね。よいしょ。で乾かないうちに、これ今日キャンソンボードと呼ばれる、ものを使用しています。ちょっとだけ濃淡とかがあるところとかはつけていってもいいんですけど、そんなにね、つけすぎずにもいい。とりあえず一層薄い緑をかけた状態にしておこうかなと。急げという感じで、描いていきました。ちょっとですね、なんか難しいですけどね、外側がちょっと暗くなってるなっていうところがあったら、ぐっと引き締めるように暗く塗ってあってもいいんですが、どこかわからんっていう時はもうあまり無理なさらずに、ちょっと暗なっているぞというところがあれば、ぎゅっと外側から描いておいたら後で楽ですね。外側からちょっと暗くなっているぞというところとかがあれば、それを今描いておいたりとかすると、隙間がちょっと暗くなっているなとかっていうところが見つかったりすれば、気持ちいいね。なんか水がギャーっと水のところに絵の具をつけたらふわーっとなっていくのとかも気持ちいいですね。なんかね、面白いですね。滲んでいくのもね。どうですか？この際にですね、画面を少し見せば、この子が主役、2番目、3番目とかね、なんとなく頭の中で入れながら進めていきます。少し鮮やかな黄色とかも少し画面の中に置いていきました。よいしょ。このぐらいで一回乾かしましょう。
ね、紙がね、これ1ミリ厚の、キャンソンボード、キャンソン紙なんですけど、ちょっとこう、しなりますので、こういう時は、マスキングテープとかで、少し貼って、しなりを少しなくしておこう。で、完全に乾いてなくても、ちょっと進んでいきますね。で、次は、花の方を描いていきますけども、かなり黄色強いので、筆とかもしっかり、パレットとかもしっかり洗って、ね、ちょっとこう緑とか入れないようにしながらね、この辺り少し出しておいて、明るい、色と明るいこうレモンイエローみたいなのとカドミウムレッドみたいな、カドミウムイエローみたいな感じね。で、明るいところは少し明るいめの黄色で、よいしょ。約1年近くはこれを相当ヘビーローテーションで使ってきたので、8号の方に切り替えました。ね、この段階やったらば、どうなんのっていう不安が皆さんあるんじゃないですか。なんとかしますから。で、少し乾かないうちに、この中心のあたりですね。中心のあたりがこう茶色っぽくなってますよね。で、そういったものもちょっと乾かないうちに描いて、少しこうにじますように描いてあげる。にじますように描いてあげる。よいしょ。バーンとシェンナですね。ここにじみすぎるなよと祈りながら、にじみすぎるなよと、にじみすぎるなよ、にじみすぎるなよ。ね、ちょいちょいこう見てあげてね。どんな感じかな。大丈夫かな。にじみすぎるなよ。逆に小さすぎるなよ。小さすぎるなよ。まあ水のこう量によってやっぱね、にじみ方で変わってきますからね。よいしょ。よいしょ。なんか爽やかな感じになりましたね。このぐらいで、ここのとこね、ちょっと緑を置き忘れているのがちょっと悔しいので、少し緑塗っておきましょうか。薄くね。よいしょ。まあちょっと混ざり合うこともあっても、もうこれは致し方なしというか、まあそういう偶然とかもちょっとこう活かしてあげるというか、まあ楽しみながら、描いてあげてもいいかなと思います。この辺にね、ちょっとこうにじみのあれができてしまいましたけど、悪ないじゃないですか。こうやって見るともうほぼね、紙の白さみたいなのがなくなってきましたよね。こんな感じでいいんです。にじみ、とかが少し入ってきたりとかもしてもいいのでね、少しこう形に対して外側から決まってるところもあれば、ぼわっとこう入っていくところもあったりとか、ドライヤーで乾かします。ちょっとですね、なんかこう多すぎたなとか、こう思いっきり動いてしまうなというところは少し拭き取ってあげたりとかして。ね、今度は逆取りになってきましたね。だから僕は3ミリ厚の紙をいつも使ってます。ちょっといただき物なんでね。はい。で、ここからちょっと慎重な仕事に入っていきますね。で、主役となるような、これやったらこれでもいいと思いますけど、をちょっと周りから浮かび上がらせる気持ちで、難しいこと言い張ったぞ。初心者向けとか言うて、また嘘つきよったなって突っ込んでますか？それぐらいはできてほしい。ね。少しこう浮かび上がらせるように、外側から隙間を主役となるようなところとかを少しね、外側を描くことによって黄色さみたいなのがちょっとこう際立ってくる。こういうところは雑ではなく慎重に
できますか？できますよね。楽勝ですよね。出ました。楽勝詐欺が出ましたよ。ね。できそうでしょ？ほら。ちょっと浮かび上がって見えてきません？じゃあ次こいつ行きましょうよ。ね。ひまわり第2弾。ひまわり子ちゃん第2弾を行きましょうよね。ひまわりちゃん。外側からほら、なんか、外側のこう隙間をね、頑張ってこう押さえることによってどうですか？黄色の中はね、極力いかないようにしながら。ほら、ちょっと浮かび上がってきてません？じゃあ、この子も行ってあげましょうよ。少し周りのところね。この隙間描いとるだけですよ。うちの息子でもできそうですよ。こんなん無理か。ね、皆さんできますよ。少しこう外側から浮かび上がってきたなと。僕はこれを隙間産業って言ってるんですけど、隙間っていう風にとか背景とかバックって考えると、なんかこう脇役で後ほどとか別にやらんでええわとかって思いがちなんですけど、意外とこの隙間っていうところで、人がやらないところで差をつけないと、人が誰でもできるようなところっていうのはあんま差つかないんですよね。だからこういう人がやらない、やりたがらない、いやいや、もうこんなんやりたない、どうしてくれんねんとかっていうところで、隙間とかを描いたりとかすると、あれね、こいつも浮かび上がってきた。あれで全部と言わずとも、ここ書いたらちょっとこっちとか、空間とか、で少しこう間とかにこう手を伸ばしていくように書いていくんですよ。だから、一箇所だけ書いて嫌だって思うんじゃなくて、そこから画面をこれがね、もう皆さん難しいみたいで構成する。皆さんね、一応こう絵っていうのは一般論としては画面の空間感、こうね、周りのこうところまでこう三角してきて、成り立っているんですね。だからバックとか背景とかって言うんじゃなくて、後ろを利用して、前に見せてあげる。少しなんかね、浮かび上がるようにこうね、なってきたでしょ。ペッ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 と。で、そういう時にこうベタ塗りになりすぎないように、ちょっとこう、塗り方一つでも、水を多めにしてみたりとか、その中に違う色を差し込んでみたりとかして、ちょっとこういろんな、幅をつけてあげたりすると、ちょっとおしゃれになるわけですよ。わかりますか？わからんわいと。一つの塗りみたいな、もうこれでも描けんかったらもうね、ここの中にチュッチュッチュッと差し込んでみたりひまわりに関してはこの花よりも周りを描くことの方が実はもう例えば切り花みたいにして、花瓶とかに入れて、見せ場を花の中だけという風にするのも手やと思うんですけど、こういうね、ひまわり畑みたいな描こうと思ったら、やっぱりこう隙間を同様にこう描いていってあげないと、自分でもたまにどこ描いてるかわからないようになりますよ。オキサイドグリーンみたいなのとカドミウムグリーンみたいなやつです。こちらオキサイドグリーンみたいなのね。少しこうパーマネントイエローみたいなちょっとこう、白みがかったような感じの色、レモンイエローかもしれませんけどね、少し塗っていきました。いよいよこう白いところがほぼなくなってきましたよね。葉っぱのですね、微妙なこう違いの色みたいなのを少しこう塗り分けていっております。少し青みがかっているような葉っぱがあれば少し青を入れたりとかして、ですね、塗り残しながら葉脈を描いてみたりとかして、
少しね青みがかっている葉っぱもねなんかこう全部やなくても何箇所がぐっとこう引き締めるように描いてあげたりとか、主役の近くとか描いてあげるだけでもこうね、ここのとこなんかええやんと思わせるんですよね。まさかねこんなにね皆さんほとんどひまわりの外側描くと思ってなかったんじゃないですか。そうなんですよ。もう皆さんここ忍耐よ。そこまで大変やないですって。で輪郭で、外側からこう葉っぱがぐっとこう、明るく見えているなというところは、こういうところは慎重にね、こういうところだけはとにかく慎重に、集中力を持って、その集中力がないのよね。なんでこのおじさんベラベラ喋りながらこう集中して書けるのかしらねって言ってんでしょ。どうせね大体わかりますよ皆さん。能力者ですから僕。よいしょ。周りを描きながらもね、周り描いていくことによってどんどんこうひまわりちゃんが浮かび上がってきとるぞと。まさかこのひまわりをほぼ描かないでひまわりを見せる動画にね皆さん付き合わされるとはね。ちょっとだけひまわり描きましょうか。葉っぱというか花びらと花びら重なって濃くなってるようなところあると思うんですよね。まあ光がこう差し込んでいて、後ろからとかねで濃くなってるようなところで、そういったところをちょっとだけそんなにこうねぐちゃぐちゃと描くよりはほんの少しだけでいいと思います。あまりぐちゃぐちゃやらないで、これもまたなるべく鮮やかな黄色だけを用意して、重なってるとこね。楽勝でしょ。簡単でしょ。なるべくこうね塗り残すとこはしっかり塗り残しながら、これぐらいになってきたらもうちょっとこう細かい仕事をしていきましょうかね。どういう感じで描いたらこの絵自体がかっこよくなるかなっていう、もうその克明に全部描くことが正義なのかね、少しだけこう斜めの線でチューッと種がありますぐらいの感じで全部やなくって描いているぐらいの方がいいのか、その辺がこうね皆さんのこうセンスの問われるとこですよね。なんか絵の中でですね突然に、一箇所だけ描きすぎてもっていうところあるんですけど、ちょっとだけでも少し前へ進めたような感じに少しこう部分的にこうしてあげたりとかすると、他のところがねもうちょっとこうやらんといかんなとかいろいろ思うことが出てくるんですよ。で画面の中で、全体を見ながら少し濃いところをでより繊細にこう隙間に見える形とかそこから派生していく外の形とかを
まだね、外側からこう描くことによって形がピヨーンと出てきましたよね。外側のから形をこう決めて、より暗いところみたいなね、黒は使わずにちょっと緑をいろいろ試しながら作って、かなり暗い色なんで、こういう色を置いた時は置いていいと思うんですよ。でも全体をちゃんと見ながらね、じゃあそこに対して、ここのところにも置いてあげてとか、全体を見ながらやらんと。安心してください。わからないようになってますよ。少しね、なんか点が増えていくような感じかもしれないですけど。というこう地味な仕事を繰り返しながら少し密度を上げていきますので、ちょっとタイムラプスで、ご覧いただければと思います。それではタイムラプスでどうぞ。だいぶ書き進んでまいりました。どうですか？書けそうでしょ？楽勝でしょ？全体的にこう手も入れながら隙間を描いたり葉っぱを描いたりでまた隙間暗くして浮かび上がらせたりということを、繰り返していきました。ちょっとね、最後はまた花びらに少しちょっと白とか最後入れてね、なんかね、整えるようなこう仕事もあってええかなと思いながら、最後は少し細かい描写をちょっとして終わろうかなと思います。この夏どうですか皆さん？ひまわり描けそうでしょう？うるさいボケって言うてますか？はい。すいませんね、口悪でね、関西人なんでね。透明感のある、ので、ちょっと描いてみたりとかして、てん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 とかね、てん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 とか、てん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 とか、ね、絵で食べていけるチャンスもあるんじゃないかと思いながら、やっぱりあとはね、発信していく力とかも必要ですからね、私の YouTube とかを活用されてください。なんかね、高評価などで展覧会の宣伝とかね、こういうのやってますとかいうのも全然遠慮なくね、本当にこう、まず0から1にするのが大変なんですよ。何でもそうなんですけど。私は運がよく、東京芸大というところに行かしてもうて、で、そういう卒業制作とかでね、皆さんに見てもらう機会があってとかっていうことからスタートができたので、運は良かったなと思うんですけど、今はなかなかね、こう、SNS とかで頑張って発信してもなかなか気づいてもらえないわーとかっていう人もいるんでしょ。そうなってくると、何かきっかけをね、掴む意味でも私の YouTube を活用されていただいても結構ですし、そうなんですよね。0から1にするのが一番しんどいんですよね。難しいんですよね。1になってからはもうあとはね、多少コツコツやりながらその人となりみたいなのを、ね、知ってもらったりもできるかもしれませんしね。基本的にはあんまり不透明系は使っていないんですけど、このカドミウムグリーンとか、ちょっとこの、レモンイエローみたいなのは不透明系、それにちょっと最後の方は少し白とかも入れたりとかしております。絵で食べれるようになりたい皆さんの願いをなんとか叶えたいと思いながら、おじさんなりにもいろいろこうそういう工夫をしながら
皆さんの力がどんどんついてきて、おじちゃん嬉しいですが、今日のはできそうな気すんやけどどうですか無理と声も聞こえますが、いやいやできると思ってよ、ちゃんやっとんねんで。そこまで難しいことしてるつもりはないんやが、どう無理ということで、独り言をアトリエで喋っているおじさんでございました。本日もご視聴ありがとうございました。皆さんのヒントになればなと思いまして、今日も作りましたけども、非常に良いのができたんじゃないかなと思います。2024夏って書いておきましょうか。24夏。よいしょ。最後マスキングテープを剥がしまして、フリ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 、これで描ける2024年ひまわり。のできたねのできたなと思います。ということでございました。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録していないという方、ぜひチャンネル登録は無料です。メンバーシップ会員は有料です。高評価いたしたりとかね、待っております。ぜひぜひチャンネル登録してない方はグッドボタン、コメントいただければと思います。以上でございます。では。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。